なんかダウンタイムどうでした？結構最初の辛かったです。ですよね。なんでまあ多分おそらく美容整形の中で太ももの脂肪吸引が一番ダウンタイム辛いかなと思うので、結構もうなんか軽い気持ちで受けない方がよくて、まあ、しっかりダウンタイムを理解して仕事がある人はちょっと次の日から休んだ方が無難かなと思うので、ちゃんと分かった上で受ける方がトラブルにはならないと思うので。脂肪吸引豊胸メインで行っている森脇慎です。今回は24歳女性の太ももの脂肪吸引とふくらはぎの脂肪吸引のマーキングから施術風景、ビフォーアフター、そして術後インタビュー動画を見ていこうと思います。太ももの脂肪吸引、検討している方はかなり多くなってきていると思うので、実際の施術風景やマーキング風景、そして術後のダウンタイムの実際のリアルなインタビューを聞いて、ぜひ参考にしてみてください。それではまず、マーキング風景から見ていこうと思います。今回の方は太ももと、ふくらはぎに脂肪吸引を行っていきます。じゃあちょっと、何でやろうと思ったかだけ教えてもらっていいですか？上のサイズが大体 S とか M サイズなんですけど、下が L サイズとか LL サイズでサイズ揃えたいな。なるほど、そうなんですね。まあなんかしっかりきれいにできる足だと思うので、まあなんかどういう感じにしたいかだけちょっともう一度教えてほしいです。まっすぐなラインで、お脚にはしたくなくて、ボリュームを全体的にね。OK です。まあ、しっかり内ももの隙間をまっすぐ作るのと、あと、ここの外側の張り出しが若干強いタイプなので、そこもしっかり取って、ここを削っていって、まっすぐにする感じで大丈夫ですか？で、前側もしっかり膝のところをちょっと取る感じでやっていきますね。あとは、まあ、しっかりここを細くして、若干ふくらはぎのところも取れるので、今からそこを取っていきます。意外とふくらはぎの脂肪吸引あんまり浸透されてないんですけど、ここ結構脂肪量多くて500とか取れるんで、ペットボトル1本分細くなる場合があるので、ここ結構僕はおすすめですね。じゃあマーキングしていきますね。でそのままお願いします。でまずはですね、このお尻とのラインですね。ここの境目結構大事で、あんまりこのお尻の下の脂肪組織取ってしまうと、こうお尻が下がってきてしまうので、ここはもう本当に触らないからちょっと触るぐらいにします。まあ、やっぱり全部取ればいいっていうわけじゃないので、みんなからやっていく感じ。さっきの外側の張り出し、ここはもう結構しっかり取りますね。そうすると取るので、まあ、お尻の形も若干綺麗になるので、ここはめちゃくちゃしっかり取ります。あんまり後ろに関してはなんか、まあ、全体的に取ればいいので注意することはないので、ここはもうしっかり取る感じですね。まあ、ここもしっかり取ってあげて、で、この硬いですね。これ結構繊細なので、まあ、ひらめきにとそういう筋肉があるので、筋肉のちゃんと配合に沿って取っていくのが大事ですね。あんまりそっち攻めすぎるとポコついたりもするので、ここはちょっと慎重に。はい、じゃあ前を向いてください。で、前ですね、結構前側は結構大事なのが、このスピーのところで、ここに内転筋が、D 筋肉がこういう風にあるので、それに沿って、内側のここの隙間はしっかり取るんですよ。ここってちょっと空いてるんですよ、そもそも。なので、他のところに比べると、ちょっと控えめ気味に取る感じにしますね。で、この内ももの隙間のところはもう本当にしっかりと取って。で、前側は、まあ、全体的に取っていただいて、結構残りやすいのはこの膝上ですね。で、膝上なんですけど、本当になんかちゃんと取ろうと思ったら、膝上っていう部位があって、ここから開けて取る必要があるので、もしなんか膝上もしっかり取りたい人は、太ももだけじゃなくて膝上っていうのをやってもらえれば、まあ、太ももからも取るんですけど、ちょっと限界があるので、で、最後横。筋肉のラインって見えてもいいんですか？どっちがいいですか？自然ならば自然な感じ。まあじゃあ、見えるか見えないかぐらいにします。ここはちょっとそういうのを意識していただけたらいいかなと思いますね。ここにあるんですね、このライン。ここに外側抗筋が走ってる。OK です。次は施術風景ですね。ここから一部閲覧注意な動画が流れるので、もし苦手な方は施術風景を飛ばしてビフォーアフターを参考にしてください。まず行っているのがこれが爪セント液という麻酔液ですね。太ももをしっかり巻いて片側だいたい裏面で700ずつ、そして表面でも700ずつぐらい巻いて、合計 2800cc ぐらいの麻酔をたっぷり巻いていきます。脂肪層を確認しながら巻いていくことで、この時に脂肪がどれぐらい硬いかとか吸いやすいかなども判断することができますね。
次にこの黒い棒でやっているのがベイザーという機械ですね。これをすることによって脂肪細胞を超音波で溶かして柔らかくすることで均一に吸いやすくすることが可能です。ぶっちゃけベイザー使わなくても綺麗には取れるんですけど、やってあげるとより僕がやりやすいというのは一つメリットですね。太ももに関しては柔らかい脂肪が多いので、そこまでベイザーが絶対必要かということはありません。当院では別にベイザーがあるからといって追加料金を払う必要はないので、そこは安心してください。そしてこれが吸引ですね。この吸引チューブの管にピンク色の脂肪が吸われているのがわかるかなと思います。今使っている加入量 4.6 という長い加入量を使ってやっていますね。外側の脂肪をしっかり吸って綺麗に全体的にまっすぐなラインを作っていくように心がけています。結構太ももの脂肪吸引っていうのは太もも全周で行うと少ない人でも 1000cc 以上、多い人だと 3000、4000cc 取れることがかなり多いです。なのでダウンタイムはかなりきついとは思うんですが、その分しっかりと変化も出てきます。この方もしっかり脂肪を吸って綺麗な足を整えていってますね。外側を吸って内もももしっかり吸っていっています。膝の上とかが結構吸いづらいところではあるんですけど、そこも頑張って吸うようにしています。こちら今前側ですね。前側もしっかり吸って内ももの隙間作っていくようにしてますね。ちょっと内出血が出てきてるのはわかるかなと思うんですけど、かなり痛い施術ではあります。しっかり吸引して綺麗なラインを作っていきます。こちらが施術風景になります。ここからビフォーアフターを紹介していきます。こちらビフォーですね。やや外側の張り出しが気になるかなっていうのと、隙間をここから作っていけたらいいかなっていう感じの太ももです。ただポテンシャルはかなり高いですよね。こちら術後1ヶ月ですね。隙間ができて、外側の張り出しもなくなって、かなりナチュラルなラインになっているのがわかるかなと思いますね。ビフォーと1ヶ月後比べてもかなり違いがわかるかなと思います。まだまだ1ヶ月で硬い反応の拘縮があるので、ここからどんどんスッキリしていきます。前側のビフォーですね。内ももの隙間をしっかり作って外側をなくしていきます。1ヶ月後です。こう比べると違いわかりますよね。まだまだ硬いので、先ほども言ったようにどんどんここからストレートなラインになっていきます。楽しみです。ダウンタイム経過を聞いていきましょう。前回太ももの脂肪吸引全周受けていただいて、今1ヶ月半ぐらいでしたっけ？それぐらいですよね。まだちょっと硬い感じと、あと色素沈着ある感じなんですけど、ダウンタイムどうでした？結構最初の辛かったです。ですよね。なんで多分おそらく美容整形の中で太ももの脂肪吸引が一番ダウンタイム辛いかなと思うので、結構軽い気持ちで受けない方がよくて、しっかりダウンタイム理解して仕事がある人はちょっと次の日とか休んだ方が無難かなと思うので、ちゃんと分かった上で受ける方がトラブルにはならないと思うので、どんな感じでした次の日とか？次の日全然動けなくて。そうですよね。お仕事使う前すまれ。4日目から仕事。4日目。そっかそっか。それでも結構辛かった。太ももの痛みっていうよりは、足がもうパンパンになって、腫れちゃって、歩くのが辛いみたいな、しびれってそうですよね。本当ふくらはぎもやってるから、もう全体的に痛いですもんね。手術当日とかどうでした？その直後とかは。直後とかは、そんなに、思ったよりって感じだったんですけど、時間が経ってくると、めちゃくちゃ痛い。そうですね。当日は麻酔液入ってて痛みあんまり感じないと思うんですけど、加入入れでガシガシすると、脂肪層だけじゃなくて筋肉もちょっとやっぱ刺激されて、強い筋肉痛みたいな感じで痛みが出てくると思うので、やっぱ当日より次の日とかの方が痛いかなと思いますね。内出血とかはどれぐらい続きました？内出血は、でも1ヶ月ぐらい、結構後ろにちぎれて、前はそんなに気にならなかったんですけど、大体太もも3週間ぐらい続くのを見といていいかなと思うんですけど、長い人だとちょっと1ヶ月ぐらい続く時もあるので、それぐらいちょっと見てほしいのと、あとやっぱり今拘縮ですよね。これどうですこの突っ張った感じとかは？今はだいぶ楽なんですけど、結構立ち上がったりするとやっぱりピリッとくる感じ。そうですよね。硬い感じがあるときはちょっと皮膚の感覚を司る神経のところちょっと触ってピリピリする感じが出るので、もしかすると半年ぐらいピリピリした感じが続く人はいますね。あとこういうちょっと色ムラというか、こういうのがやったらどうしても出ちゃうので、これも半年ぐらいちょっと見てほしいかなと思うので、長い人で1年ぐらいかかっちゃうんですよね。徐々には改善するんですけど、なのでちょっとこういうところあんまりすりすぎないように、摩擦とかはちょっと控えるなって、なるべく個室とやってもらえたらいいかなと思いますね。あとちょっと傷跡ですよね。ここやっぱりテープ今貼ってもらってるんですけど、ここ結構目立つとこなんですよね。これも結構デメリットの一つかなと思うんですけど、大体1年ぐらいかけて治ったらいくんですけど、やっぱよく見るとちょっと残ったりすることもあるので、ここもなるべくテープ貼ってもらって摩擦しないようにしてもらえばいいかなとは思いますね。
まだ全然硬いのでもっと細くなるんですけど、なんか写真見たらこの外張りとか結構自然な感じで。そうですよね。まあもともと結構細い方なので、そういう方にやってあげるとかなり自然な綺麗な感じになるので、まあ3フェーズぐらいするとかなり実感するかなと思いますね。あとは、なんか気になることとか不安なことがありましたら、割とやっぱり下の方に水が溜まりやすくて、どれぐらい落ち着かなかったそうですね。結構その脂肪吸引やった後に水溜まった時に皆さん不安になられて、これ治るのかなってなるんですけど、まあ、水は絶対抜けるので、もし不安だったら水抜きとかもできるんで、やってもらったらいいかなとは思うんですけど。まあ、あとはちょっとあれですね、ちょっとこれ若干気になるってことで、まあ、結構頑張って撮ったんですけど、こっちから。まあ、どうしてもここ本当にしっかり撮ろうと思うと、膝上っていう部位ちょっとここ上げて撮るっていうのが一つ。これのカニだけだと結構ここ硬いんですよね。まあでもあんまり撮りすぎるとここシワになってる人とかも見かけるので、まあちょっとさじ加減難しいんですけど、どこまでやりたいかっていうのを相談してやるのがいいかなとは思いますけど、まだ硬いんで全然スッキリはしてくるとは思いますけどね。はい、ということで今回は太ももとふくらはぎの脂肪吸引全周のマーキングから施術風景、ビフォーアフター、そして術後のダウンタイム経過のインタビューを紹介しました。まあ、実際かなり痛いということをおっしゃっていたと思うんですけど、ダウンタイムがしっかりあるということだけは必ず念頭に置いて施術を受けてください。今後も脂肪吸引公共の動画を出していくので、よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。また、お得なモニターなどもあるので、ぜひ一度カウンセリングにもお越しください。それでは。